そうすると、今こちらが裏で、こちらはどうも手支度です。今回は、まず1枚カード選んでもらいます。例えばこのカード。で、重要なのが、今この状態。この状態をよく覚えておいてください。では、半分ぐらいのところに選んでもらったカードを戻します。そして、カードを混ぜます。そしたら、カードを半分ぐらいのところで分けます。そして、これらを表と裏で混ぜてしまいます。こんな感じ。そうすると、今こちらが裏で、こちらは表です。このままカードを噛み合わせてしまいます。そうすると、表があったり、裏があったり、いろんなカードが混ざっている状態です。今、一番上のカード、これは選んだカードではないですよ。このカードをテーブルに置いて、指を鳴らします。そうすると、時間が戻ります。これは、カードを選んでもらったタイミングまで時間が戻ったということです。なので、表裏で混ざったカードが元に戻り、そして今一番上に出ているカード、これも当然選んでもらったカードに変化します。では、解説していきます。今回は特に準備とかしておく必要はありません。カードを広げて、1枚カードを選んでもらいますが、この時に手で広げるとかではなくて、必ずテーブルで広げて選んでもらってください。なんでかというと、この状態に戻ってくるという手順なのですね。1枚カードを選んでもらって、そのカードを覚えてもらうと。で、そしたらいきなりカードを揃えずに、この状態を覚えておいてくださいと簡潔に説明します。そしたらカードを揃えて、今から選んでもらったカードを上から2枚目にコントロールするという技法を行います。やり方は自由なんですが、先ほどの演技ではどのように行っていたかというと、半分ぐらいで分けて、カードを受け取って、その受け取ったカードを揃える動きの中で2枚目に持ってくるということを行っていました。一応説明しておくと、パスという技法があって、それはカードを上と下を入れ替える技法なんですが、実際にはこのような動きで上下を入れ替えてますね。で、カバーパスという技法があって、それは一番上のカードをだけ位置したまま上下入れ替えることをカバーパスと言います。先ほど行ったのはカバーパスという技法です。どのように行うかというと、半分ぐらいの位置で、カードを、受け取って、実際には裏向きですよ。そして、カードを揃える動きの中で、このように上下を入れ替えて2枚目に持ってくると。もう少し説明すると、カードを分けて、受け取って、この人差し指ですね。人差し指で少しだけ前にプッシュします。1センチぐらいですかね。1センチちょっとぐらいプッシュします。で、上にカードを乗せる動きで、先ほどの上下入れ替えを行って、2枚目を持ってくるといった感じですね。やり方は自由です。とにかく何でもいいので、上から2枚目に選んだカードを持ってきます。そしたらですね、カードを、小指で2枚、上2枚弾きます。そして、カード全体を混ぜる動きをするんですが、その時にこの下2枚を変えずに、この隙間を維持したまま、上のこの隙間より上のカードだけをこのように持ち上げて混ぜてください。混ぜても、下2枚の位置はカードが変わらないという状態ですね。隙間を維持して、このままカードを混ぜると。そして、カードをこの揃える動作で下2枚のカードを裏返しします。このような状態。まず隙間を作っておいて、全体をこのように混ぜる動きですね。混ぜる動き、そして混ぜたカードを揃える動きで、下2枚のカードを裏返すと。で、裏返したら、次にやることは、小指で、今の状態はですね、今全体が表向きで、下2枚だけ裏返している状態です。
小指で一番下のカードを引き下げます。そして、これ選んでもらったんですね。隙間を作ると。で、それを左手の親指で持ち替えます。そして、束全体の半分ぐらいを右手で持ち上げます。持ち上げて、それを左手に渡します。渡して、この状態で、手首を返す動きをするんですが、これで、観客からすると、半分裏返したように見えるわけですね。その時に重要なことがあって、この隙間のカードをこちらの渡してから裏返すということをしてほしいんですが、半分で分けて、カードを上に乗せて、そして全体を返す。返すというか手首だけを返す感じですね。半分に分ける、そして上に乗せながら手首を返すと。そうすると、今、こちらはこのような状態、こちらはこのような状態で、こっちが裏で、一番だけ表目のカードがあると。で、ここに選んでもらったカードがあるという状態ですね。隙間を作って、そして半分ぐらいのところでカードを分けて、手首を返す状態。で、ここで、カードを持ち替えますが、右手で持ち、そして左手で前のカードを持つ。右手で下のカードを持つ。そしてカードを噛み合わせていきますが、これ重要なのが、この右手側が必ず一番上で、左手側が一番下になるので混ぜてください。このような感じで混ぜるんですが、この時に必ずこっち側が一番上で、そしてこっちが一番下と。こっちが一番下になる。このまま、いきなりそのまま差し込んでしまうのではなくて、ここで一旦こちら側が全部裏でやるというふうに示しますが、重要なことがあって、ここでね、一番下のカードを弾いてやると、選んだカードが見えてしまいますので、それが見えないようにちゃんと気をつけて弾いてください。で、全体を裏返します。で、この時もこのように表向きでのカードを見せてやるんですが、この時もまた一番下のカードを弾いてしまうと裏のカードが出てきてしまうので、それが見えないように気をつけながら弾いてください。この動きをすることによって、実際には裏側に噛み合っているだけなんですが、裏と表でカードが噛み合っているように見えるわけですね。で、カードをそのまま揃えてやりますと。揃えると今、このような状態ですね。ここに選んでもらったカードがあり、そして1枚、適当なカードがある状態です。それが全部表にいると。この状態でカードを適当なところで分けて、こちらは表だったり、こっちは裏だったり、表と裏で混ざっていますということを示しますが、この時にですね、まず表を示す、そして裏を示す。そしてこの裏を示している動作で、この最中にこちら側で1枚、小指でカード1枚引き下げます。引き下げて隙間を作る。この時に小指で隙間を作ると。で、裏を見せる。そして一旦上に乗せると。で、一番上と一番下のカードをこのように取ります。これですね。ここでカードを取ると。で、上にカードを乗せてやると。そうすると、そしてカード全体を裏返すと。今、このような状態になっています。ここに選んでもらったカードがあって、1枚余分なカードがあって、それが全部裏向いたという状態です。一応もう一回やると、この状態から表、そして裏を見せる、そして小指で引き下げて隙間を作る、一旦乗せる、上と下のカードを同時に取って一回、このようにカットのような形。で、全体を表返す。そしてこの状態になっていると。そしたら、小指で上2枚のカードを弾きます。つまり、選んでもらったカードとその次のカードですね。小指で隙間ができている。で、これは選んでもらったカードではないですねと確認をします。そしたらこのカードをまとめて2枚裏返します。で、テーブルに置くと。ここで指を鳴らすなど何らかのマジカルジェスチャーを行います。そして時間が戻りましたと説明します。で、テーブルにカードをこのように広げてやって、時間が戻ったので、混ぜる前の状態にカードが戻りましたと。で、いつのタイミングでカードが戻ったかというと、これはカードを選んでもらった時のタイミングでカードが戻りましたと説明して、
つまり、今テーブルに出ているカード、これは選んでもらったカードに変化していますとか、戻っています。といった風に説明します。次回のマジックはこんな感じ。よければ登録お願いします。